ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。うわぁ、一体何が起こったの？このチャンネルにたどり着いた方は、運気が上がります。え？ 1 分で最強の運気を引き寄せます。ちょっと、マリサ何か変なものでも食べちゃったの？あらゆる奇跡があなたに起こります。変な霊感商法にでも騙されたのかしら？チャンネル登録するとさらに運気が上昇します。明日、正規店で希望モデルが提案される。かもしれません。ちょっと、いい加減なこと言ってると怒られるわよ。いや、チャンネル登録者さんを増やそうと思って、色々考えて面白いと思ったんだけどな。マリサは霊感なんてないでしょ。全くない。インチキ商売って言われちゃうわよ。ごめんなさい。良い動画を作れば登録してもらえるわよ。霊夢にしてはまともなことを言うな。ちゃんと反省しているの？反省しています。シェンロンの顔より霊夢の顔の方がでかくて怖いぜ。無駄にこんなドラゴン作っちゃって。ゴールドシェンロンだぜ。無駄なことしているから動画のアップが遅いのよ。それは間違いない。ちゃんとした動画を作るのよ。わかりました。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。このチャンネルにちょっとでも興味を持っていただけたら、励みになりますのでチャンネル登録をお願いします。動画の感想などをコメントに残していただけると嬉しいです。ゆっくりしていってね。それで今日はどんな小話かしら？まずはコスモグラフデイトナのメテオライトから話すぜ。メテオライトがついに発売されたの？クロノ24で販売されているけど、本当かはわからないな。どうして？画像がロレックス正規ホームページの画像に見えるし、他でも実機が掲載された販売を見つけられなかったんだ。ちょっとオイフレメテオの定価っていくらだった？リファレンス 126518LN 税込み614万4600円だよ。2800万円もプレネがついてるじゃない。値付けは自由にできるからな。それはそうね。ジャックロードさんなどで販売されて売れたら信じるけどな。売れるかしら？わからないけど、二次流通でこの価格が成立するなら、私が正規店で購入できる可能性はゼロだよ。転売ヤーも増えて競争率が激増しそうね。いや、転売ヤーじゃなくても、購入できたら転売する人が多いんじゃないかな？せっかく購入できたのに？そんな理性が吹っ飛ぶぐらいのプレネだろ？確かに。純粋な時計好きでデイトナを購入したんだとしても、転売した資金で手巻きデイトナが購入できる。って考えたらマニアの人ほど心が揺らぐかもしれないぜ。手巻きデイトナはみんなの憧れなのよね。というか、リファレンス 116518LN 廃盤モデルの二次流通相場は、1300万円ぐらいだと思うから、転売した資金で、手巻きデイトナと両方買えちゃうと思うぜ。それは誘惑に勝てなくても仕方がない気がするわ。購入する方も価格差が大きすぎて、廃盤モデルを買うよな。さすがに大金持ちじゃないとそうなるんじゃないかしら。だから価格のバランスが崩れすぎてて、にわかには信じられない価格なんだよ。なるほど、相場感がおかしい気がするわね。業者側が販売実績として既成事実を作りたい、なんて思惑があるのかもしれないぜ。じゃあ、日本の販売店で販売されるまでわからないわね。そうだな。もしもってこともあるかもしれないわね。ねえマリサ、さっきのシェンロンもう一度出してよ。いいけどなんでだ？作るの大変だったんでしょ？めちゃめちゃ苦労したよ。あれで終わりじゃマリサがかわいそうに思えたのよ。霊夢は優しいから大好きだよ。早く見せてちょうだい。わかったぜ。黄金のシェンロンかっこいいだろ。制作時間に。ちょっと静かにしてて。オイフレメテオが欲しい、オイフレメテオが欲しい、オイフレメテオが欲しい。もういいわよ。何が？シェンロンを消していいわよ。もういいのか？もう十分よ。霊夢の考えてることはさっぱりわからないぜ。神頼みするだけならタダだからしといて損はないわ。そして、もう知ってる方がほとんどだと思うけど、チューダーから7月1日に値上げする発表があったぜ。チューダーはロレックスの姉妹ブランドよね？そうなんだ。同じ時期に値上げすることが多かったから、ロレックスの値上げ発表も近いかもしれないよ。7月にありそう？ロレックスは一品の値上げが多いと思うから、さすがに7月はないと思うけど、8月あたりにあるかもな。ロレックスは今回ないという可能性はない？相変わらず金相場も上がってるからどうかな？そうよね。一縷の望みがあるとしたら、1月のゴールドモデルの値上げ幅がエグかったから、今回は見送り。なんて、願望を持ちたくなるけどね。中東情勢も不安よね。時計以外でも物価の値上げなど、先行きが不安だよ。戦争なんて早く終わってほしいわ。ほんとそうだな。ランナーさんは、とりあえずキンキンで値上げがあると思って、追い込みをかけた方がいいかもしれないよ。制限が明けたランナーさんも参戦してくるわね。値上げがある前提で話すと、制限明けのランナーさんで、今回も値上げ前に購入して制限に入れたら、猛者中の猛者なランナーさんだよ。
2回も値上げ前に変えたら資金的にも大きいわね。しかも、もし今月中に希望モデルを購入して、制限に入れたら、年末にワンチャン購入チャンスがあるんだよ。最近は、年明けの値上げが恒例になってるわよね。太客さんの中には、そんな神みたいな方もいるかもね。長年、正規店に通って購入してきた努力が実ったのよ。羨ましいというのは簡単だけど、そこまでの関係を築いた努力を想像したら、簡単に羨ましいと言ってしまうのは失礼に感じるぜ。ほんとそうね。後半は、これからロレマラデビューする方のために、注意点を簡単におさらいするぜ。不安で始めてなかった人も値上げと聞いて、始める決意をするかもしれないわね。まず絶対にやってほしいことは、事前来店予約サービスへの申し込みだ。当選すれば購入できるチャンスは高いのよね。何も提案がなかったという話も聞いたことはあるんだけど、最近は何かしらの提案はあると思うぞ。希望モデルが必ず購入できるわけじゃないのね。そうだな。過度の期待は持たない方がいいのは確かだ。何店舗ぐらいが事前来店予約を実施しているの？この動画がアップされた時点では5店舗かな。あまり多くはないのね。時間がない人でもスマホで応募は簡単にできるから、毎週のルーチンワークに取り入れてほしいぜ。当選確率はどうなのかしら？高いとは言えないし、運もあるから一概には言えないな。応募している人も多そうよね。1年間毎週応募しても当たらない人もいるし、年に数回当選する強運の持ち主さんもいらっしゃるぜ。申し込まないと絶対に当たらないから、まずは応募ね。概要欄に URL を貼っておくので参考にしてほしいぜ。助かるわ。問題は並びの店舗なんだけど、ランナーさんによっては会社が近くで毎日立ち寄れる方や、近くに正規店がなくて月に1回ぐらいの方もいると思うよ。大阪みたいに複数店を回りやすい地域もあるわよね。そうなんだ。だから自分に合ったマラソンの頻度や方法を見つけて、絶対に途中で挫折しないことが一番重要なコツだよ。購入する前に挫折してしまうと何も残らないわよね。だから躊躇して始められない方もいると思うんだ。そういう方は事前来店予約にだけ申し込んで、マラソンをしないのもありね。続けられるなら、それがあった方法なんだから正解だよ。じゃあ、共通する部分だけでも簡単におさらいしましょうよ。わかったぜ。最初は用意するものを解説するぜ。転売対策などもあってややっこしいのよね。そうだな。身分証明書は必須だったわね。個人情報だから不安になる方もいるとは思うけど、正規店でロレックスを購入するなら納得するしかないな。ルールに文句言っても買えないもんね。支払い方法は現金一括は NG だから注意してほしい。お店もカード会社に手数料払わなくて済むから助かるのに。本来なら売る側も現金の方がありがたいはずだけど、転売対策やマネーロンダリング対策もあって、ルール化しなくてはならないんだと思うぜ。クレジットカードがない人は買えないのね。現金主義の方もいると思うけど購入したいなら、ルールだから従うしかないな。取り置きはできないの？30分ぐらいは待ってくれるみたいだけど、店舗によってルールが違うみたいだから、できないと思って資金を用意しておいた方が間違いないぜ。少しは待ってくれるだろうと油断しちゃダメね。後で後悔しないように準備してから放店するようにな。予算も余裕を持ってた方が良さそうね。希望モデルより高額だけど、すごいレアモデルを提案される可能性もゼロではないから後悔しないようにな。オイフレメテオが提案されてお金が足りなかったら悲劇ね。そうだな。さすがにオイフレメテオは提案されないと思うぞ。次は？正規店に訪問した際の注意点だ。まずは希望モデルを絞っておこう。どれも素敵だから絞るのも大変だわ。まあ、そうなんだけど、何でもいいって思われると転売ヤーを疑われるからな。あ、そっか。特にレアモデルばっかり名前を挙げるのは NG だぜ。レアモデルを希望するなら絞る必要があるのね。デートナなら何でもいいです、みたいな言い方も NG だよ。モデルを絞るだけでもダメなのね。ステンレスモデルと金無垢モデルじゃ全然違うからな。それはそうね。購入したい理由を聞かれた時には、ちゃんと希望動機が説明できるように事前に考えておこうな。聞かれて答えられないと転売ヤーと疑われてしまうわね。信頼してもらうためだから疑われない努力が必要だよ。ペットネームで呼んだり変に省略したりもダメなのね。気にしない販売員さんもいるとは思うけど、用心に用心を重ねることに損はないと思うよ。減点方式の面接だと思うのが良いかもしれないわね。その通りかもしれないな。清潔感はどんな時でも大切よね。普段スーツを着ないのにわざわざ着て正規店に行く必要はないと思うけど清潔感は意識した方がいいと思うよ。つけて欲しくないと思われたら販売してくれないわよね。希望モデルに合う服装で放店する人もいると思うけど、私はつけている時計に合わせた服装で放店している。なんか理由があるの？大きな違いはないと思うけど、時計と服装を合わせている方が、センスがある人に見られそうな気がしているんだ。
なるほど。でも、マリサが言うと説得力がないわ。大きなお世話だぜ。無理なく続けるには通うお店選びも重要よね。特にこれから夏場を迎えるから体力的にも大変だよ。ロレマラは精神的にも大変だしね。そうなんだ。挫折しないで続けることが結局は購入の近道だよ。暑い時期や寒い時期は、事前来店予約の申し込みだけにするのもありよね。全然それでいいと思うよ。まだ他にもあるかしら？色々な時間や曜日に行ってみるのもいいと思うぜ。気分転換にもなるわね。ただ、混んで行列ができている時よりは、空いている時の方が出やすいという話は聞くことがあるな。販売員さんも裁かなきゃいけないし、周りの目もあるから、お客さんが大勢いる時に、提案するのは難しいのかもね。まあ、そういう時間帯に購入しているお客さんもいるし、参考程度に覚えててほしいぜ。そうね。さっきも言ったけど、これは減点方式の面接みたいなものだ。転売ヤーに疑われそうなことは控えるのが安全だよ。具体的には？だから販売員さんと親しくなって顔を覚えてもらい、転売目的じゃなく愛用するために欲しいお客さんなんだ。って思ってもらえたら販売員さんにも感情はあるから、このお客さんに販売したいと思ってもらえるかもだぜ。タイミングだけじゃないのね。タイミングはもちろん重要だけど、それだけではないと私は思っているよ。これからマラソンを始める人は頑張ってください。購入したら、ぜひコメントで報告してくれたら嬉しいです。今回の小話はいかがでしたか？値上げ予想もあって、ランナーさんが増えるかもしれないけど、まだロレマラをしたことがない視聴者様がいたら、この機会にぜひチャレンジしてみてください。購入できた時の達成感は最高ですよ。最後は神頼みなので、シェンロンを読んでおくぜ。ご利益は全くなさそうだけど、念のためにね。今回の動画が面白かった、役に立ったという方がいましたら、ぜひチャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。動画の数も少しずつ増えてきましたので、お時間がありましたら、もう一本視聴していただけますと、すごく励みになって嬉しいです。動画の感想や購入報告などコメントに残していただけると、すごく動画制作のモチベーションが上がります。ご視聴ありがとうございました。